今回は全部手縫いで作ってみました。ちょっとだけ端のカットの6センチ5センチ切ってたのを6センチ4センチにして端を少し縫いやすく工夫してみました。ミシンで縫われる方も同じようにカットを少し変えてみられてもいいかと思います。もちろん前の寸法でも全然大丈夫なので、どの作り方でもちゃんとできます。今回はこれを手縫いで作ってみます。材料は今までのものと同じで、横が26センチ、縦が18センチの布を2枚と30センチぐらいのゴム2本です。今回は端のカットを少し変えていこうと思います。前のカットでも別に大丈夫なのですが、より縫いやすいかなと思ってちょっと寸法を変えてみました。2枚重ねて半分に折ります。横に6センチ、縦に4センチのところに印をつけて線を引きます。下も同じように横に6センチ、縦に4センチのところに線を引きます。線通りに切り取ります。表側と裏側両方とも内側に両端を1センチ折ってアイロンをかけます。ちょっと分かりにくい生地を使ってしまったのですが、これが表だとしたら内側に1センチ折ってアイロンをかけます。折り目を外側にして2枚を重ねます。上と下を1センチの縫い代で縫います。並縫いで大丈夫です。こんな風に上と下と縫いました。角のとこを軽くカットします。横から表に返します。角のところは指を入れてこんな風に出します。表からアイロンをかけて整えます。裏返して半分に折って真ん中の線をつけて真ん中に向かって折ります。でアイロンを当てます。この折り目のすぐ下のところを縫います。これは縫わなくてもマスクの形になりますが、縫った方が形がきれいに仕上がります。この端は後で内側に折り込むので、まず1針目は表側から端から1センチぐらいのところから縫い始めて大丈夫です。この外に出る分の縫い目を小さくしたいので、外側は少なめに、内側はちょっと大きめでも大丈夫です。ギリギリのところを出して少なくすくって、こっちは少し多め、このギリギリのところを縫っていきます。端まで縫ったら端も1センチ手前のとこくらいまでで大丈夫です。こちら側に玉結びが来るように、で下も同じように縫います。どうにか上と下と縫えました。ちょっと縫い目が見えにくいかな。なんかこんな感じです。たら表から伸ばすようにアイロンをかけます。ここをきれいにかけておくと仕上がりがきれいになります。手縫いだとちょっと
ボヨンってなりそうなので、ここを引っ張りながらきれいにプレスします。両端を折り込んでいきます。今回はちょっと今までと違う方法で、この端から 3.5 センチのところに印をつけます。4箇所全部端から 3.5 センチのところに印をつけます。端から 3.5 センチのところに角を合わせて、外側から待ち針で留めます。こんな感じで、下も同じように角を 3.5 センチに合わせて、待ち針で外側から留めます。で、端を2センチ折り込んでクリップで留めます。こんな感じになります。ここを縫います。はじめに内側から針を出して、外側をくぐるようにして端を縫います。ここを閉じるような感じです。そしてここから並縫いで縫います。表に出るところが少なくなるように、まず裏側は1センチ弱でいいと思います。この間隔は1センチぐらいで、表側は縫い目がなるべく小さい方が綺麗にできるので、裏側は少しだけ、真ん中の薄いところは続けて縫って大丈夫だと思います。裏はちょっと大きめでも、表は小さめ、裏は少し大きめ、このように縫っていきます。この重なったところはちょっと縫いにくいので1針ずつ縫っていきます。外側に出して、こっちは縫い目を小さめに、もう一回同じところを返し縫いをして端をきれいに閉じます。最後は玉結びが内側になるように、この間ぐらいに出して、ここで留めて、内側に向かって針を出します。で、切っておきます。引っ張って、表側もちょっと引っ張ってアイロンを当てておきます。両端にゴムを通します。突き当たってしまったら、細いペンか鉛筆をこう入れて、これで出やすくなります。